平均勾配がなんと 10.8%。 KOM はレムコ・エベネプール、名だたるメンバーが並んでるクビアト・コースキーとかワウト・ファン・アルトとかね。目の前の景色も壁だし、登ってる坂自体も壁だ。うわ、最後まで激坂が目の前に見えた。ほら、皆さんおはようございます。今ね、眼下に見下ろしているのがガラチコっていう街です。YouTube にコメントくれた方がいて、ぜひガラチコの街並みが見たいというコメントだったので、どうせならね、せっかくこのテネリフェ島にいるんで寄っていこうと思って、はるばるね、ここまで50、60キロぐらいかな。もう1500メートル以上登ってて、かなりの山岳を越えてきたんだけど、今ちょうどね、ピズマのトレーニンググループともすれ違って8人ぐらいいたかな。先頭ビンゲ号で登ってたね。気づいた時には遅くて動画は間に合いませんでした。でね、ここ下に見えてるのがガラチコの町。このね、ガラチコはね、1706年の火山噴火で町が完全に溶岩に飲み込まれてしまったという町で、町の縁をね、黒い溶岩が囲ってるように見えるんだけど、かつてはここの港町ものすごい栄えてたらしいんだけど、その溶岩で埋まってしまったことによって、今のね、サンタクルーズの方に港のメインのね、機能が移ったっていう街らしいんだよね。ということで、まだ一回この街に降りてちょっと休憩してから今日のヒルクライムに移りたいと思います。すごい高低差。旧市街は石畳が敷き詰めてあって、声が震える噴火で一度失われてから再建された街。すごい綺麗な街。めちゃくちゃ教会があるから街の中央かな。あ、広場出た。おー、でっかい教会があるね。地元感高すぎて、街の人しかいない、しかもほぼ全員ビールしか飲んでないバールに寄ってバラキートまず頼んだんだけど、今ね、下りですごい冷えたんだけど、シナモンたっぷり入ってるから、これめちゃめちゃ温まりそう。コンデンスミルクをかき混ぜて、シナモンとコンデンスミルクでめちゃめちゃ体温まる。はい、これがボカティージョ、スペイン風のサンドイッチ、ハムとトマト。いただきます。おいしい。パンがチーズが入ってない分、肉の旨味をダイレクトに感じるね。ハムが6層。うまい。バラキートとボカティージョいただいたバルから200メートル、300メートルかな。ここね、溶岩で形作られた天然のプールらしいんだけど、今日泳いだら死ぬね、これ。波が高すぎて。ということでね、なんか Google の写真とか見ると泳いでる人で賑わってる写真がいっぱいあるんだけど、今日は一人も泳いでない。今日は2つのね、山岳に挑もうと思います。訪れるエリアは主に1つ、マスカ渓谷っていうマスカの谷に挑むヒルクライムを行こうと思うんだけど、2つのヒルクライムから構成されてる。要は2回アタックします。で、まずここからね、6キロぐらい離れたところからヒルクライムを開始するんだけど、1つ目の登りがバラカンっていうところに登る登り。これはマスカ渓谷の入り口まで登るっていうイメージかな。まさにマスカの玄関口へ入っていくっていう感じ。ここで一発登り終わったら、マスカ渓谷の中に踏み込みながら2つ目、マスカ渓谷の中をね、登っていくヒルクライムっていう2段構成でいきたいと思います。まずね、1個目のセグメントのプロフィールを紹介しとくと、距離が 11.73 キロで平均勾配 5.7%、獲得標高670メートル。プロフィール見た感じ、ほぼ下りは挟まないね。ここね、なんといっても面白いのが、リーダーボードね、ストラバのトップ10全員プロマークついてる。例えば、1位はジャック・ヘイグ。この間のカフェライドで結構 KOM 持ってた人だね。3位にカルロス・ベローナがいたりとか、あと6位にフランスの英雄だね、ロマンバルデ。他にも10位には過去の名選手であるね、グランツール全て勝ってるヴィンセント・ニーバリ。この辺のメンバーが顔を揃えるっていう相当速いセグメントだから、目指すべきポイントはよくわからないけど、全力で頑張りたいと思います。ということで今日はマスカ渓谷の2連発のヒルクライム。まずは1発目行ってみたいと思います。頑張ります。リブラはい、じゃあ間もなくセグメントスタート。
序盤向かい風かなこれ。こっからスタートだね。ガラチコの町から8キロぐらいかな。ブエナビスタっていう町を拠点にこのヒルクライムはスタートだね。風向きがちょっと厳しいな。前半はこのブエナビスタの街の中を抜けていく感じだね。正面に登っていく道がつづら折りがよく見えてる。2.4 キロ6分50秒。なんとね、今 KOM から4秒リードがある。ただね、ジャック・ヘイグは前半踏んでなかった。入り最低25秒リードだったから、もうあっという間にそのリードがなくなって、もうあっという間に前行っちゃうだろうね。つづら折りでどんどんマスカ渓谷のね奥に向かって進んでいくっていう感じ。勾配は緩め、テネリフェの特徴だね。大きな地形を生かして広く道が取ってあるから急勾配が少ない。大きくつづら折りって感じ。5キロ14分40秒。 KOM から30秒くれ。あっという間に逆転された。こうやって上りの中で繰り返しエルプラマールっていうのかな、街を越えていくのも特徴的だね。これはヨーロッパの特徴つっていいかな。6.5 キロ18分40秒。 KOM からは1分20秒遅れ。どんだけ速いんだ、踏み始めてから。はるか前方に道が見えてるけど、あれ登っていくのかな。ここにエルパルマールっていう看板に車線引いてある看板があるけど、これが街の出口の看板。お店とか探してるときはね、街の入り口から出口の間で探した方が無難。7.7 キロ22分。登ってきた道がよく見える。KOM からは1分50秒遅れ。バス停とかもあってバス通りだね。いや、右上まで登っていくのかな。遠いな。まだ 3.5 キロあるからな。ラスト3キロ25分30秒。 KOM から2分12秒遅れ。勾配がきつくなってる。ちょっと緩むか。勾配変化もあるね。簡単じゃない。あと 1.6 キロ28分52秒。 KOM から2分50秒遅れ。一回平坦挟んで、あとは上りかね。見通しがいいんだよね。右に見えてる道が多分ね、やびつ28分以上かかるペースで登ってるな俺。きついけど遅い。こうやって交通量も結構多い。観光としてもね、すごいメジャーなルートだと思う。この先は渋滞することもあるって Google マップの口コミに書いてあったから。また緩んだね、勾配。ラスト800メートル
30分50秒。KOM から3分遅れ。もうこの辺は踏むのちょっと難しいな。スピードの出るワインディング。対向車も多いから安全に。ラスト400。31分30秒。青空が見えてきたね。フィニッシュ見えた。ラスト100。エルバラカンって書いてある。さあフィニッシュだね。32分17秒。3分17秒遅れ。お疲れ様でした。うわあ、青空だね、向こうは。すごい。はい。バラカンへのヒルクライムアタック終わりました。こっちの方かな。ブエナビスタの方から登ってきたんだけど、向こうはね、見ての通り雲がかかってて、反対側のこっち側、これから抜けていく方は青空が開けてる。これはね、テネリフェ島の特徴で、まあ基本的に北風が吹く天気ってことで、北からの風が山にぶつかって雲が生まれるから、このね、こっち側、北側は雲が出やすい。一方でこっちの南側は晴れ間が出やすいってことで、これから下っていく方、ものすごい切り立った崖があるけど、こっちは青空だね。で、ヒルクライムに関してはもうね、きついけど、パワーも出ないし、タイムも出ないしっていう感じだから、まあなかなか我慢どころだけど、すごい登りやすいクライミングだったね。全体で見ると、終盤が緩いかな。前半の方がややきつめだとは思うけど、まあ緩やかな勾配変化を繰り返しながら淡々と登る。激坂はほぼないね。登りやすい峠だと思います。見ての通り観光客がたくさん訪れてるね。観光ルートの一つだね。すずちゃんは立って谷を見てるけど。これ高所恐怖症やばいっすね。で、これまでこのね、カナリア諸島の旅の動画見てくれた方は、火山が作り出したね、ダイナミックな地形をたくさん見てもらえたと思うんだけど、これからはね、この谷だよね、深い谷。こういうね、谷合いの地形にどんどん踏み込んでいくルートになるんだけど、これは火山が作り上げた島を水が削った地形なんだよね。だから深い谷に入っていくっていう感じで、今までの広大なカナリア諸島のね、景色とは一変して、スリルのある道を通っていくようなルートになると思う。じゃあね、一回谷に下っていきたいと思います。このテネリフェ島屈指の深い渓谷、マスカ渓谷、どんなところかね、楽しみです。はい、マスカ渓谷へね、飛び込むダウンヒルをまず安全に下りたいと思います。向こうにね、空に浮いたように山が見えてんだけど、この先海で、その向こうにラ・ゴメラっていう島があるんだよね。あさってから渡る予定なんだけど、その多分一番山のてっぺんだけが雲海の上に顔を出してる。すごいわ。このセンターラインもない断崖絶壁沿いの道を下っていく。すごいね。やっぱこのガードレールがいい演出になってる。ちょっと寄ってみるか。うわ、すごっ。うわ、ここヒルダっていう展望台で下に絶景のカフェがあるね。いや、すごいな。はい。で、こっからね、マスカ渓谷の中枢に入っていくヒルクライムに挑むわけだけど、まあこの谷の中で、こっちの方に登っていくみたいなんだけど、相当急峻な谷で本当に道があるのかって思うようなところを行くね。ヒルクライム。ここがかなりのメジャーセグメントになってる。セグメント名はね、そのままマスカ。お気に入り登録は968人。なかなかの人気セグメントっていうのが、その人数からもわかるけど、距離は 4.05 キロ。で、平均勾配がなんと 10.8%、11% に迫るね。で、獲得標高450メートル。これはかなり強烈。でね、KOM はレムコ・エベネプールだね。このカナリア諸島をトレーニングの場にしてて、たびたびね、KOM にも登場しているけど、なんと時間は13分40秒、平均速度 17.8 キロで登ってるってことで、平均勾配 10.8% をこのスピードで登るっていうのがね、しかもね、その次にも、例えばホマンバルで13分43秒、3秒差でいたりとか、もう本当名だたるメンバーが並んでるクビアトコースキーとか、最近パリルーベ勝ったワウト・ファンアールトとかね、まあここに食い込むのは絶対に無理だから、今回ね、俺がちょっと目標にしようと思ってんのは、QOM だね。
QM が、これもまためちゃくちゃ有名選手だね。ロンゴボルギーニが持ってる16分20秒、アベ 14.9 キロ。これも結構速いんだけど、これならギリギリ可能性あるんじゃないかと思うから、これを目指してちょっとアタックしたいと思います。今までの道とは全く雰囲気が違う、細く険しい道になると思うから、ちょっと楽しみなんだけど。じゃあ、行ってきます。はい、じゃあ、マスカ渓谷へのヒルクライム。まもなくスタート。一度ね、この先行ったんだけど、観光地みたいになってるから、そこだけね、慎重にスタート地点だけ安全に越えてからだな。こっからスタートだね。先に登っていく道が見えるね。2級。全体の勾配を考えると、序盤は緩めな気がするね。これでマスカの村を出て、いや、すごい急峻な地形だ。インナーだな、これは。きつい。すでに足がパンパンだ。車も多いね。1キロ3分10秒。いやー、これ激しい。すでに眼下にはうねる道が見えてて、目指す先も道がうねってて、いやー、これはちょっと止まんないといけない。車も詰まっちゃうね、観光地だから。この先バスも通ってる。すげえ熱海側の地形が。やばい。目の前の道やばすぎる。これ4キロしかねえのか。景色がやばい。きつさもやばい。なんでこんなパワー出ねえんだ。いっぱいだ。最後まで頑張るけど、ちょっともうパワーとか関係なく、今できることだけやるわ。道がすごい。2キロ8分。KOM からは1分35秒くらい。これはロンゴボルギーニにも絶対届かない。しかもどんどん足りるわ、こっから俺。すごい。道がすごい。壁。目の前の景色も壁だし、登ってる坂自体も壁だ。いや、パワーが出ねえ。でも足いっぱい。特に左足がいっぱいになってる。調子が悪い時の現象。きつい。ここまでのカナリア諸島では体験したことのない急勾配。
これは若干緩んでるね。よっしゃ、オートバイも応援してくれる。頑張ろう。残り1キロ、12分半。 KOM からは2分45秒遅れ。もうロンゴボルギーニより遅れてる。今レムコがゴールしたね。まだ800メートル残ってる。うわあ、最後まで激坂が目の前に見えた。あと700。きつい。あと500切った。15分20秒。きつい。あと250メートル。すごい景色。これを登ってきた。残り100メートル。17分10秒。もう手でこれフィニッシュだ。17分35秒。テムコから3分55秒遅れ。テイデが出迎えてくれた。お疲れ様でした。はい、マスカのヒルクライムアタック終わりました。めちゃくちゃかかんなかった。遅すぎた。これぐらい持つかなっていうイメージで、しかも最低目標ぐらいで入って、3分くらいしか持たなかったかな。一回車詰まっちゃって、もうそこでリズムも崩れたし、まあそもそもそこが垂れ始めてたぐらいだったからね。で、目標だったロンゴボルギーニの QOM からは1分半遅れだったと思う。多分 QOM 争いでも3位とか4位とかに沈んでんじゃないかな。で、KOM からは4分遅れかな。たった17分とか18分で4分遅れって感じだね。はい。すごいきつい登りだった。基本的にずっと急勾配が続くね。しかも平均 10% 超えてるってことは一瞬緩んでしまったら、その分 10% 以上が確実に来るっていうことで、まあその繰り返しだったね。で、もう調子悪い時こういう登りはほんと進まないから、永遠に終わんない感じがして。前方にね、見晴らしがいいからずっと登っていく道が見えるんだけど、本当にたった4キロでこの登り終わるのかっていうぐらいつづら折ってて、心も折れそうになるしっていうような感じだったかな。ただね、もうそんなのどうでもいいや。この絶景だよ、この絶景。すごい。これがカナリア諸島のテネリフェ島が持つね、テレみたいなね、火山地形とはね、違うもう一つの表情。こういう顔があるのもカナリア諸島の特徴だね。ちなみにね、反対側には、テーレがね、迎えてくれたっていう、素晴らしい登りだよね。テネリフェ島の良さを存分に味わえる急勾配の登攀ということで。急だけど。坂嫌いな人には絶対お勧めできない。けど、16、7%とか。うん。20はいかない気がする。そう、タイみたいなね、30とかない。そう、30とかはないけど、まあでも超激坂、しかも結構ボリュームがあるから、長いから4キロっていうね、坂好きの人にはおすすめ。うん、しかも景色マジでいい。うん、このね、テーレが出迎えてくれるっていうのも事前情報として持ってなかったから、これも嬉しいサプライズだったしね。はい、じゃあマスカ渓谷を後にして、今度はテーレ山が主役にね、踊り出てきたね。スペイン最高峰、3715メートル。そしてすぐ下下ったところに集落があって、そこでちょっと休憩しようと思います。ここは車も曲がるのが大変そうだ。急勾配で急コーナー。しかもヨーロッパの車はほとんどがマニュアル車だからね、坂道発進も難しいしね、みんなすごい苦労してる。見ての通り道幅もセンターラインがないような細い道だからね。やってるかな、これかな。ちょっと休憩。なんかいろいろケーキもある。うまそう。
はい、ここのねバルプラザさんっていうのかな、もう本当登りきりから 1.5 キロ下ってきただけ、あっという間に着いたこの街のバルで、これやばいよ。溢れんばかりのチキンのボカディージョとアップルタルト、はい、これいただいていきたいと思います。これやばい、もうチキン、チーズも。チーズ3層にトマトレタス、ほんとチーズ3層でやば。溢れんばかりのチキンとっていう構成だね。でどうやらね、ちゃんとしたバルのボカディージョは絶対にパンをサンドした後に炙ってくれるからあったかい状態で、しかもほんのり焦げ目がついてね、これがうまいんですよ。いただきます。いただきます。ケリコ。ケリコケリコが、ケリコ。美味しい。やばっ。うまっ。いや、いいね。チーズがガッツンとくるね。うまい。チキンの味付けもね、なんだちょっとマヨネーズっぽい味が大体ついてるんだけど、マスタードっぽいっていうか、ちょっとクリーミーで野菜のシャキシャキ感と、そしてこのチーズ3層幸せだ。これやばいっすね。本日2個目のボカディージョ。やっぱこのパンのサクサクがですね、炙ってくれてるから、やばい、ボリュームがやばい。これは幸せです。ということで今日はこう谷が深いところを登るクライミングだったんだけど、こういうのもあんだね。マジできつかった。10.8%。やばいっすね。調子悪い時ああいうとこ行くと本当進まねえんだなっていうのを久々に思い出したわ。こう上見たらずっと道が続いてて距離が減らない。わかる。あれあそこか登りきりみたいな。あそこまで本当にあと 1.5 キロであそこ着くみたいな。わかるめっちゃわかる。結局ね11泊したんだけどテネリフェには今日が最後になります。あっという間に時が過ぎていくね。ただね、これからまだ未踏の島に2つ行く予定もあるんで楽しみにしててください。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。まだまだカナリア諸島の旅は続きます。ではまた次回のヒルクライムカナリア諸島の旅でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。まだね、宿まで500アップぐらいしないといけないから、今日は3500アップコースです。今3000登っててあと500アップ頑張ります。じゃあね。